はい、この車は社名につきましては、ダイハツのメーカーでございます。排気量は 1130cc、年式につきましては、昭和30年式の生産の車であります。ポンプにつきましては、消防車として完成されたのは昭和33年に消防車として登録されております。特徴としましては空冷エンジン、2気筒のエンジンが搭載されております。もともとあったとこは北軍の車で、現在で言いますと瀬戸内市に変わっております。車両は私の友達が、このような珍しい車があるからいうふうな話がありまして、平成28年に購入しまして、それから約5年間かけて、修理をして、車検を受かるようになりました。修理の方は苦労しましたね。いうのがですね、まず私が手に入れた時にはもう全く動かないというふうな状態であったんですけど、部品もばらされておりましたし、不足しとる部品もたくさんありましたし、それとまたゴム関係はもう劣化してですね、オイルが漏れるというふうな状況でした。不足しとる部品の製作とか新しい部品を探すとかいうことで約5年間の年月を費やしました。それでは車についてのちょっと部分的なですね、操作とかいろいろその辺のものを説明させてもらいたいと思います。現代の自動車にはない、ウインカー、このレバーを右にやりますと昔のアポロ式なウインカーが出てきます。こちらのレバーがエンジンをかける時のレバーです。これがスロットルです。これがチョークです。今の現代は電子ポンプになっておりますが、昔はこれでエアとガソリンの調整をしょるわけです。それからこちらがワイパーのレバーです。こちらが当時からのメーターです。現在1407キロ走行しております。こちらがキャブレーターです。でここへ小さいレバーがあるんですけど、これは上に引っ張りますとエアをシャッターしてしまいます。でガソリンを濃くして吸い込むというふうなレバーです。こちらが。でこちらが2気筒の V 型2気筒ですから、こちらがエンジンです。このキックがエンジンをかける時のキックです。シェルモーターがダメになった時にはこちらを踏めばエンジンがかかるわけです。これ始動の時にシェルモーターとキックどちらかを選んでかけるというふうな仕掛けになっております。こちらがエンジンキーです。右へ回します。それでこれがシェルモーターです。ちょっとエンジンかけてみます。このレバーを下へ押さえるとここへ当たりまして、これで電源が入っていきます。スイッチが入ります。それでこちらがチェンジです。左へ引っ張って押し込むと1速ロー、これ前がセカンド、これが3速のトップですね。それでバックは左へ押して前側へ押したのがバックです。ちょうどエッジの形になったんですね。それでこちらへついたのがライトの切り替え、これでライトの切り替えなんですね。ハイビームとロービームがこちらです。でこれを押さえるとクラクションのボタンです。でこちらが遮覆灯と
照明とか標識と赤ランプ、この前ついてるライト系のスイッチがここに並んでおります。夜手元で少し字を書いたりするときにはこのランプをルームランプですね、現在でいうルームランプです。これはで、これを押し出しますと、暑い時にはここから風が入ってくると。そうですね、この魅力言うたら、当時物というんですけど、ナンバープレートもご覧いただいたら分かるんですけど、4桁の数字の中にハイフンがないとかですね、それと封印の昔の封印がついてるとか、そしてまた、ハンドルにしてもですね、現在の車は皆丸いハンドルがついてるんですけど、バーハンドルといいまして、パイプ式なハンドルがついてるとか、エンジンも、キック式で、キックを踏んでエンジンをかけるとかいうふうな仕掛けの車で、いろんなものが現在の車と違うと。当時物としてのプレートがついて、車検が受かって、路上の上を走れるという消防車の中から考えますと、あまり数が残ってないんじゃないかなと。昔の車はこういうふうなんですよというふうなもの、いろいろと比較したら、珍しさと楽しさを感じるものじゃないかというふうに思います。私の思いはですね、日本の消防文化の1ページに残してみたいなと、昭和の時代になってですね、このような消防車があったんだというふうなものをこれから、皆さんにですね、一人一人に見ていただいて、現代と昔の消防車を比較するためにも、私は消防車の文化として、今後残していきたいというふうに私は思っております。